さんこんにちは。ジャパニーズガーデン TV の松永です。今回もですね、北山都花園さんにお邪魔させていただいております。北山都花園の北山です。よろしくお願いいたします。お願いします。前までですね、2回は灯籠について、お伺いしてきたんですけれども、今回は蝶々鉢について聞いていきたいなと思います。なんか蝶々鉢について何かありますでしょうか。蝶々鉢といえば、日本庭園に欠かせないアイテムそうですね、なんですけど、でもそもそもの、その蝶々鉢の起源というか、スタートはもう少し違うものだったんですけど、それがこうね、時代を経て、現代ではその庭の典型物というか、そういう美術的要素の価値があるものとして使われることが多くなっている。でもそのね、元の起源的なところもお話できたらなと思っておりますので、わかりました。よろしく。ちょっといろいろですね、深く聞いていきたいなと思いますので、ぜひとも、動画ご覧いただければなと思います。ではですね、蝶々鉢についていろいろと聞いていきたいなと思うんですけど、ちなみに蝶々鉢っていうのはもともとどういった用途で使われたものだったんでしょうか。ものすごく深い歴史までは僕ももうはっきりと答えられないんですけど、そもそもまずこの人がですね、心身を水で清める、これはもう多分日本だけじゃなくて、多分世界中なんていうんですか、水による身を清め、水で流し清め去るみたいな、そんな思想というか、そういうものがあって、多分日本にも昔からその手を洗う、口をすすぐ、それで身を清め、心を清めみたいな、そこからの多分スタートだと思うんですね。だから神社とかで蝶々がそうですね、入り口のところにあって、そういうのが昔からあったというか、そうですね、そういうのが根源として、なんていうかな、みそぎの精神っていうんですかね。みそぎ、多分それですね。ちょっと呼び方の話をすると、石水舟っていう、その水舟という表現であったり、蝶々鉢、あとはみたらい、手洗いね、手洗い鉢、みたらい、こういう呼び方があるんですけど、一番初め多分古くは石水舟、水舟っていう呼び方をしてたと思います。それにこう年号の入ったものがあって、僕の知ってる限りでは959年、多分平安時代の年号の入った水舟だったり、あとは1296年、これ浄瑠璃寺にあるんですけど、そういう水舟がありますね。でこれも多分その宗教的な身を清める、心を清める、そして手を洗い口をすすぎ、そういうね、みそぎの精神として使われたものがスタート。でそこから茶道の確立ですよね。でそこでこのいわゆる露地っていうのが出来上がってきて、でその中につくばいっていう、これまた後でね、つくばいについても説明しますけど、つくばいという施設ができて、お茶の文化、その茶道の文化でもやっぱり身は清めなさい、もう心も、口も手も清めて、汚れたものは全部こう流し去って来い、そういうところですよね。でそういうものが石、石造品で作られてるという。家の中に蝶々鉢があったりとかっていうのも、京都とかだとお手洗いの外にあったりとかっていうのもあるじゃないですか。そうですね、例えば、お庭の中で、その手洗い、手を
清めるというよりかは、お手洗いの洗面所の代わりですよね。そういうふうに使われるようになったっていうのはやっぱりこう、そうですね、明治時代とか、大正時代とか、そのまだ今みたいに、洗面所が室内になかったり、お庭からも使えるし、縁先からも使えるというこの縁先手水みたいなね、そういう形で使われてる時代がありましたよね。今現代だったらその例えば水溝っていうんですね、水穴という鉢穴っていうんですかね、そこにこうお花を浮かべて花手水というような形で、その庭の一つのしつらえとして使う場合もありますし、もう使い方がこうね、昔によりも随分とこう幅が広がった。でもやっぱ根本のところはその身を清めるところ、ここはやっぱりこう大切なことだと思います、現代でも。だから本当に身を清めるためのものから、いろいろつくばいからいろんな流れがあって、現代に至るというか、そんなことってことですね。わかりました。じゃあ次はですね、前回灯籠もいろいろとタイプごとに種類を分けていただいたっていう、それで解説していただいたと思うんですけど、手水鉢っていうのも同様にこう分類できたりっていうのはするんでしょうか。手水鉢っていうのは、大きく分けると3つ、3つに分けられます。でその3つが、まず1つが、自然石、どう言ったらいいかな、普通に例えば川で採れた石、山から採れた石、山石とか川石とかっていう、もうそのまま自然の姿のものに人工的にこう鉢穴、水穴を開けたもの、これがまず一つ。でその次、創作型の手水鉢。創作型、これは何かというと、いわゆるその石大工というか、いわゆる作り手が自分のイメージでだとか、その想像の中でこういう手水鉢作ったら面白いんじゃないのっていう、創作の中で出来上がった手水鉢、これがまず2つ、で最後に、3つ目、これが一般的に一番よく皆さんが見かけるんじゃないかなと思う手水鉢で、見立て物と言われる見立て物、でこれ見立て物っていうのは何かというと、もともと何か別のものに使用されてた、例えば、石像相当の傘、宝居院塔の傘、石灯籠の傘、もうあるいは基礎、中台、もう何でもいいんですけど、いわゆる何かもともとは別の用途として使われてた残欠を再利用したもの、そういうものが。で実際にその元々の姿を知らない人からすると、それがね、その手水鉢のデザインなんだと思われてるかもしれないですけど、実はそうじゃなくて、もともと別の用途に使われてたものに鉢穴をうがつて、その手水鉢としてまたこう命を吹き込むというか、新たにこうリユースするっていう、そういうものが見立て物。でも実際はその自然石、自然のものに穴を開けたもの、これもたくさんありますし、創作型って言って石工がこう創作して作ったものもあるんですけど、実は皆さんが一番よく目にしてるのはその見立て物、何かもともと使ってたものを手水鉢にこう転用したっていう、これが一番多いんじゃないかなと思います。わかりました。
実物をですね、見ていただいた方が分かりやすいと思うので、今回はいまた実物を見ながら一緒に解説していただきたいなと思います。それでは今回もよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、3つにはいミツバチっていうのは大きく分類されるって言ってたんですけど、はいそのまず一つはい自然石、自然石っていうのは大きく分けたらもう山か川か、石ってどっちかなんですよね、大体山で取れるか川で取れるか、はいでこの辺り、はい見ていただいたら、はい分かるようにこれ、京都の鞍馬石と言われるはい石ですね、鞍馬石京都鴨七石の一つ、鞍馬石、本鞍馬石です。でこの鞍馬石っていうのは山の中から取れる石、この山石なんです、この山石、そのままの姿ですね、人工的に、一つもどこも、触らず、山からこのいわゆる掘り出された、そのものに、ここのこの水穴というかこれ鉢穴っていうんですけど、鉢穴をこの人工的に開けたもの、これが自然石の蝶ズバチ、その3つのうちの1つこれですね。これも、これは京都のね亀岡に宝器っていうところがあるんです、地名であるんですけど、その宝器のから産出する、自然石、これのこの一番天場ですね、ここをきれいに平らに切って切った中を、人工的にこう鉢穴をうがつせると、でこれも言うてみればこの側面は、全く、人間が手を加えてないそのままの、要は掘り出されたそのままの姿、でこれに、天場を平らに人工的に作って、で水のたまる鉢穴を掘ると、でこうなると、いわゆる一文字型の蝶ズバチだとか、ちょっとこれ船に見立ててるんですけど、船型の蝶ズバチ、船鉢ですね、これが、自然石の蝶ズバチですね。なるほど、こういう、パターンもあります。これは今度川石の場合ですね。これも、この全体的な部分っていうのは、川から取れた普通の川石ですよ。このちょっと引きでね見ていただいたら分かるんですけど、この川石のここがこう、ちょっとこう反ってる、この一番へこんだところに掘るという、うまく自然の形を利用してるという、なるほど、この鉢穴を掘った石大工さんが、なんていうの、粋な石大工さんでしょう。なるほどなるほど。石工さんのものづくりのこう面白さ、粋な部分が出てる鉢です。ありがとうございます。その自然の石、川石山石に人工的に、人間がこう、鉢穴を掘ったという蝶ズバチのことなんですけど、実はですねその自然石の蝶ズバチの中に、大変希少なその産ぼれって言って、要は自然界の中で、人工的にはなく、もう自然にこう水のたまるような鉢穴が開いたものがあるんですね。例えばこれもそうですね、それは人工的に掘ってないんで、もう決して深いわけではないんですけど、自然の川の中でこういうふうにこう水のたまる部分、これもそうですね、ここでもそうなんですけど、こういうふうに鉢の穴が開いたもの、こういうものを、産ぼれの蝶ズバチと言います。産ぼれ、これってものすごくこう奇跡というか、こういうふうに穴が開くこと自体がもう本当に奇跡で、どうやって開くかっていうと、これ今鉢のこの穴が溜まってる水の溜まる部分が、上天場、上向いてるんですけど、本来これ川にある時は、この穴側が上流側に向いてあることがほとんどだと思います。で本当は一番初めはものすごく小さな穴に小さな石ころがこう上流からこう流れてきてヒットするんですね。それがこの穴にはまり込んで、上流からのこの水の流れで、
コロコロ回転します。はあはで回転してると、あはいまあ、要は石が削られてはい穴がちょっとずつ大きくなってくるんですね。はいはいでまあそうこうしてるうちにそのちっちゃな石はポロッと取れて、へでこの大きくなったところにはあまた大きな石がはまり込んで回転して穴を大きくするということがもう何十年何百年って繰り返されてはいこんな穴がは開きます。はい大こぼれしてますね。はいでこれなんかまあねさっき言ったちょっと理論が分かりやすいんですけど、うんここにこういう穴ね開いてる。はい例えば上流から、こういう小さな石がここにパンとこうヒットする。はいでここで水の力でこう当てられながらぐる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 こう回転してるうちにはいこの穴がどんどん大きくなってくる。はいはいでこの石はどっかへ飛んでいってしまう。はいでまた一つ大きくなった時に大きい石が回転するというこれをはい繰り返してるうちにうんうんこんな大きな、まなるほどあ、穴が開いちゃうわけですね。はいでこれが結構深いですねこれはね結構深い。うですねここまでの大きな穴が開くまでにはうんもう多分ものすごい、はい月日がう経ってると思いんます。そうですねはい、なのでまあね蝶ズバチを、まあ、例えばその庭の典型物としてうん選ぶ基準としてうん人が人工的に掘ったものよりもはいこういう自然に穴が開いたうんうんもの、はいこれの方がまあ値打ちがあるというかはいそれだけのこの歴史とはい物語とまあそうですまあね労力という言い方はおかしいですけど、うんそのまあもうとにかくうん奇跡が重なって出来上がったもんだということでなるほど値打ちがあります。はいはい、これがうん自然石の蝶ズバチのうん産ぼれですね。ですねはいこれはい創作型です。はいでこのデザインというかうんモチーフとなったものは、はいこれは石像、13重相当と言われるものなんですけど、はいまあ簡単に言うと供養塔、はいこれの刀身これも、いわゆる軸刀身の部分で、まあ、五輪塔では建物の蝶ズバチをということなんでこちらも、まさに見立て物の蝶ズバチでこれは、ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。次回はですね残りの2種類の解説を行っていきたいなと思っております。できる限り早く投稿できるよう頑張りますので引き続きよろしくお願いします。最後になりますが今回の動画私の活動気に入っていただけましたらぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。